皆さんこんにちは。Welcome back to Say Japanese Podcast. This is a special episode. 今回はスペシャルエピソードで、今私が立ち上げている Say Japanese School という、新しいオンラインの日本語学校と、そのための資金集めについてお話しいたします。私のインスタグラムを見てくれている方はもう見たかもしれないんですけれども、3月中旬にプリランチを目指して日本語学校を開設する予定で、そのために、インディーゴーゴーというクラウドファンディングのためのプラットフォームを通して、資金を集めています。小さな支援でもこのプロジェクトを成功させるための大きな力となりますので、私がこの学校を立ち上げる強い思いと皆さんからいただいた資金の使い道についてお話しいたします。私は数年前からソーシャルメディアで、日本語を教える動画を投稿し始めて、皆様のサポートのおかげで今ではソーシャルメディア全体で、フォロワー数が40万人以上となりました。ソーシャルメディアでフォロワー数が多い人のことをインフルエンサーと呼びますが、私はこの呼び方に結構抵抗があって、ただ一度、ソーシャルメディアで日本での性犯罪の実態について話そうか迷っていた時に、友達から、さやはインフルエンサー、つまり影響がある人なんだからその特権を生かしなよと言われて、それ以来、世界の大きさに比べると本当に小さな力ですが、何かを変えるために自分にできることがあるということを、意識し始めました。それ以来ソーシャルメディアでは、例えば痴漢にあった時の日本語での対処法を教えたり、日本でのジェンダー格差について情報を共有したり、日本語を教えながら、社会の変化に貢献できるように努めてきました。しかしそれだけでは足りないと感じ、何かもっと大きな貢献ができないかとずっと考えていました。私が大好きな言語を教えることと、私の人生での最も大きな課題の一つであるジェンダー格差や差別を減らすこと、なくすことを同時に実現できないかと、考えたところ、今回立ち上げることにしたのが Say Japanese School です。Say School では先生方だけでなく、創設者、管理者、エンジニア、その他すべてのチームメイトがすべて女性です。その理由は職場での男女格差をなくし、女性の経済的自立を支援するためです。また、社会では過小評価されがちな女性のリーダーシップスキルや能力、知識、経験などを最大限に活かし、それを通じてより質の高い日本語学習の場を提供したいと考えています。世界経済フォーラムが毎年発表するジェンダーギャップ指数によると、日本は2024年世界118位でした。これほど高度な技術を持ち、世界からの注目が集まる中、男女格差においては他の先進国から大きく遅れをとっています。近年、オンラインで日本語を教える先生が増えていますが、Say Japanese Schoolでは女性の先生のみを採用しています。その理由は、子供の世話をしながらも仕事をしたい、経済的に自立したい、自分の経験や知識を活かしたいといった女性を支援したいからです。また多くの大手のプラットフォームでは創設者やエンジニア、管理職などが男性が占める場合が多く、授業料の大部分をプラットフォームに取られるというのも現実です。そして資格や経験を必須とするプラットフォームや、また資格や経験なしでも働けますが、一度働き始めたら全部自分で準備してくださいというプラットフォームからのサポートが一切ないという場合もあり、これまで働く経験がなかったり、資格を取るような時間がなかった女性にとって結局不利な環境となってしまいます。Say Japanese School では明確なゴールを持った質の高い授業を提供します。よくある何でも教えられますといったスタイルではなく、JLPT 対策や子ども向け授業、旅行に行くための日本語、会話練習など、各講師が専門分野を持ち、それぞれの強みを生かして授業をします。またすべての講師は、私や他の先生から激戦され、丁寧なトレーニングを受けています。そして学習を続ける中で、期待していたものと違ったとか、ゴールに全然近づいてないように思える、孤独に感じるっていったことがよくあると思いますが、Say Japaneseでは、生徒一人一人に合わせたカリキュラムを講師が作成し、定期的に進捗を見直し、オンラインコミュニティで講師や他の学習者とつながることで、
多方面からのサポートを受けながら、ゴール達成までみんなで一緒に学習を進めていきます。皆さんからいただいた資金は、このような講師の養成や教材の作成、講師、生徒ともに心地よく使えるプラットフォームの制作、またより多くの方にさやジャパニーズをしてもらうための広告やマーケティングに使わさせていただきます。世界は本当に不平等で、様々な理不尽な現実を考え始めると絶望的な気分になることもありますが、私は一人一人の小さな行動の積み重ねが大きな変化につながると信じています。日本では80年前まで女性に投票権すらありませんでした。しかし今こうして女性が投票もできるのは、当時世界を変えよう、社会を変えようと行動した勇気のある女性と、その女性を支えた周りの人々の努力の積み重ねです。さやジャパニースクールを立ち上げることも私ができる小さな行動の一つです。そして皆さんからの支援がこの小さな行動を大きな変化へとつなげる原動となります。資金はインディゴーゴーで募っています。ぜひ下のリンクからご支援をお願いいたします。最後まで聞いてくださりありがとうございました。さやジャパニーススクールが立ち上がった時にはぜひそこでお会いしましょう。では次のエピソードでお会いしましょう。